もこんにちは、セリナです。今回は6月26日先行発売、7月5日全国発売、イヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチナンバー700オーバーノワール、ナンバー710オーバーブラウン、ナンバー800オーバーグレー、そしてナンバー810オーバーオランジュをご紹介していきます。昨年発売されてから大人気で欠品も起こしていたイヴ・サンローランボーテのクチュールミニクラッチに新色4色が追加ということで、今回もバレット1色ずつの単色塗りとメイクルックをご紹介していきます。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チーク、リップなどの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。イヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチナンバー700オーバーノワール、ナンバー710オーバーブラウン、ナンバー800オーバードレ、ナンバー810オーバーオランジュ。ダイヤモンドのようにピュアな輝きを放つ唯一無二のパールを配合、高密着高発色のアイシャドウ、ジュエリーのようなきらめきとタイムレスなヌーディーカラー、スキンケア発想の上質ファブリックテクスチャーが粉飛びせずピタリと密着し、目元をドレスアップ。ナンバー700オーバーノワールはスタイルを生み出すブラック、クリアな輝きを放つダズリングシルバーとサンディーベージュ、シックで洗練されたジェットブラックとのコントラストで目元にスタイルを生み出します。ナンバー710オーバーブラウンは陰影ときらめきをまとうシグニチャーブラウン、どんなシーンでもまとえ立体感を生み出すベージュブラウン、3種の異なるラメが計算された輝きと奥行きを目元に宿します。ナンバー800オーバードレはハイジュエリーのように上質なきらめきをまとうゴールド、一塗りで目元にジュエリーをまとったように華やかさをプラスするシャンパンゴールドと立体感を生み出すイエローゴールドにシアーで肌なじみのいいブラウン2色の組み合わせ、モダンでシックな印象に。そしてナンバー810オーバーオランジュは温かみを宿すウォームオレンジ、すべてのシェードがオレンジ味を帯びた絶妙なワントーンパレット、コーラルオレンジのラメで目元に色彩を彩り、重ねても濁りのない絶妙な透明感を演出します。それではナンバー700からまずはまぶたの上に1色ずつ単色塗りをしてカラーをお見せしていきたいと思います。左上から1色目、グリッター質感、ゴージャスな塗り感を生む透け感シルバーグリッター、まぶたを透けさせ濡れたような輝きを目元に生み出すシルバーラメが黒を引き立てます。しっとりとした粉質でまぶたにフィットして説明の通りの濡れたようなツヤをもたらすグリッタータイプです。はい、1色目はこんな感じでした。濡れたようなパールのツヤもベースに感じつつ、上から大粒のラメも楽しめるような華やかなグリッター質感でした。少しグレーのニュアンスも感じるような深みのあるシルバーカラーなので単色塗りでも綺麗です。続いて2色目、マット質感、ナチュラルな血色感を生むサンディーベージュ、自然なミュートトーンで目元に血色感を与えます。こちらはまぶたの上にのせるとよりピンクのニュアンスをしっかりと感じることができます。くすみ感もありますが、ふんわりと柔らかくてとてもおしゃれなカラーです。はい、2色目はこんな感じでした。青み寄りのくすみ感のあるピンクベージュに発色します。ふんわりとしたソフトマットの質感も相まってとても上品な印象に仕上げてくれるカラーです。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて右下が3色目、サテン質感、シックな印象なネイビーアッシュグレー、偏光ラメを配合したネイビーアッシュグレーのカラーでシックかつ妖艶な目元を演出。こちらは少量でもかなり発色がいいタイプですね。
ブラシを使って塗ってもこんな感じで、中に入っている微細なラメが綺麗にまぶた全体に乗ってくれます。はい、3色目はこんな感じでした。ブラシを使って塗ってもこのくらいしっかりと発色してくれるので、このカラーは指塗りよりもブラシやチップなどを使ってピンポイントに使うのがおすすめかなと思いました。ブラックに近いような深みのグレーに発色するのかなと思いましたが、カラー説明の通り絶妙なネイビーニュアンスが感じられてとてもおしゃれです。そして4色目がサテン質感。洗練されたジェットブラック。漆黒のブラックが目元を印象的に仕上げるカラー。こちらもかなり高発色なのでブラシを使って塗っていきます。ブラシ塗りでもこのくらいしっかりと発色するので、目元にメリハリをつける締め色が欲しいという方におすすめのブラックです。はい、4色目はこんな感じでした。粉質もしっとりとしていて発色もかなりいいタイプなので、ベースに塗っているカラーと混ざらずにしっかり締め色としての役割を果たしてくれそうなブラックです。この下の2色はサンローランらしいクールな雰囲気を出してくれてとても素敵ですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、ここからは700オーバーノワール全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。続いて、左上のカラーを指に取って、さらに上から重ねていきます。続いて、左下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、目尻3分の1に締め色としてのせていきます。目元の印象が引き締まるように何度かしっかりと重ねていきます。最後に右下のカラーをブラシに取って、下まぶたのまつげの際から少し広めの範囲にラメをぼかすようにしてなじませていきます。まずまつげの際にカラーを置いて、残ったものを広めの範囲にぼかしていくと綺麗にラメがグラデーションになっていってくれます。はい、ナンバー700オーバーノワール全色を使ったメイクが完成しました。ベースには肌なじみのいいピンクベージュを塗った上に贅沢なツヤとラメを楽しめるグリッターを全体にかけて、目尻と下まぶたにはブラック系のカラーでしっかりと目元を締めて簡単な囲み目風メイクに仕上げてみました。イヴ・サンローラン・ボーテらしいクールで目元を強調したメイクに仕上げましたが、ベースのピンクベージュが馴染みがいいのと、グリッターも軽やかさを出してくれるタイプなので取り入れやすいルックに仕上がったかなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いてナンバー710オーバーブランです。まずは1色ずつ単色塗りをしていきます。左上から1色目、グリッター質感。唯一無二のメープルベージュ。大粒のシルバーラメと繊細なゴールドラメを忍ばせたジュエリーのようなパールがメープルベージュのベースの上できらめくカラー。こちらのグリッターカラーは先ほどの700のパレットのグリッターよりもさらにしっとりとしていてツヤが乗るような感じがします。多色のラメがものすごく綺麗です。はい、1色目はこんな感じでした。パウダーアイシャドウとは思えないほどのしっとりとした質感でまぶたにピタッと密着してくれるので贅沢なラメを楽しめますが、ラメ飛びを気にせずに使えるところがすごくいいなと思いました。カラー説明の通り、パールを感じるメープルベージュのベースがしっかりと乗った上に微細なゴールドやシルバー、そしてよく見るとピンクのラメもぎっしりと詰まっています。ラメの粒自体はナンバー700のグリッタータイプの方が大きい印象ですが、ラメの量はこちらの方が多いんじゃないかなと思います。続いて2色目、マット質感。温かみのあるヌーディーキャメルブラウン。ヌーディーなキャメルブラウンが目元を明るく見せます。こちらはベーシックに使いやすいキャメルブラウンですね。程よくまぶたに深みをもたらしてくれます。はい、2色目はこんな感じでした。パレット見たままのような程よく深みもありつつ柔らかい温かさも感じるようなキャメルブラウンに発色しました。単色塗りでも目元の印象を引き立ててくれます。
1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、サテン質感。シアーなコッパーベージュ。サテンファブリックのようなベールをまとうコッパーベージュ。こちらはパールの艶を贅沢に感じるようなサテン質感です。面でツヤっと輝くような感じがとても綺麗ですね。はい、3色目はこんな感じでした。オーソドックスなコッパーベージュですが、1色目のグリッター質感と同様、角度によってほんのりピンクのニュアンスを感じるところがとても素敵だなと思います。パールの面で光るようなツヤがお好きな方に特におすすめなカラーです。そして4色目、サテン質感。スタイルを宿すダークカカオブラウン。シックなカカオブラウンのベースに繊細な偏光ラメを施したカラー。反対に塗っている3色目と同じサテン質感ですが、こちらは発色がかなりいいです。ブラシを使って塗ってもこのくらいしっかりとカラーが楽しめます。はい、4色目はこんな感じでした。かなりダークなカカオブラウンで発色もしっかりとしていたので、指塗りよりもブラシを使ってピンポイントの締め色などに使うのがおすすめかなと思いました。ベース自体は少し寒色のニュアンスも感じるようなカカオブラウンですが、上からレッドの偏光ラメが輝くので、暖色にも寒色にも組み合わせやすいカラーだなと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは710のオーバーブラウン全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。続いて左下のカラーをブラシに取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで少し広めの締め色としてのせていきます。続いて右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から左右に広範囲にぼかしていきます。はい、ナンバー710オーバーブラウン全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。このパレットはとにかくツヤやラメの質感がものすごく綺麗だなと思ったので、上まぶたはマット以外のサテンとグリッターのニュアンスを組み合わせてツヤ感を前面に出してみました。締め色に使った左下のカラーに程よい寒色のニュアンスがあったので、全体的に温かみを感じますが、大人っぽくクールなニュアンスも得られるところがすごくいいパレットだなと思います。引きで見るとこんな感じです。では続いてナンバー800オーバードレです。まずは1色ずつ単色塗りをしていきます。左上からグリッター質感。目元を美しくきらめかせるシャンパンゴールド。シャンパンフラッシュを閉じ込めたエッフェル塔のように目が離せなくなる大粒ゴールドとシルバーのきらめき。こちらはラメの粒がかなり大きめのグリッタータイプですね。シルバーとゴールドのラメがとても綺麗です。はい、1色目はこんな感じでした。大粒のラメがキラキラと輝いてとても華やかな目元を演出してくれます。イエローゴールドのラメが特に目立ちますが、よく見るとシルバーのラメもかなり効いているので、温かみの中に程よい透明感があってすごく素敵です。続いて2色目、マット質感。陰影を宿すソフトモカベージュ。柔らかなモカベージュが自然と目元に陰影をつけます。パレット見たままのような柔らかい印象のソフトモカベージュに発色します。意外と黄身に寄りすぎていなくて大人っぽいカラーです。はい、2色目はこんな感じでした。温かみを感じるベージュブラウン系ですが、意外と黄身に寄りすぎていないところがすごく計算されているなと思います。いろいろなシーンで活躍してくれるベーシックなカラーです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、サテン質感。上質な輝きを生み出すイエローゴールド。繊細で極小のゴールドと偏光ラメが
瞬きするほど上品なきらめき。こちらはかなり鮮やかなイエローゴールドがそのまままぶたに乗ります。微細なラメとパールのツヤがしっかりと感じられるタイプですね。はい、3色目はこんな感じです。パレット見たままのような鮮やかなイエローゴールドがそのまままぶたに乗ってくれます。ほんの少しだけくすみのニュアンスも感じるので、大人っぽい印象も程よく保ってくれています。そして4色目、サテン質感。リッチな印象を与えるショコラブラウン。シアーなショコラブラウンが目元の印象を強くします。こちらは反対に塗っている3色目と同じサテン質感とのことですが、やはり発色の違いをかなり感じます。はい、4色目はこんな感じでした。他のパレットの締め色よりは比較的カラーの調整がしやすい印象でした。カラー説明通りの赤みを感じるショコラブラウンで、このパレットは一見黄身寄りのニュアンスで揃っているのかなと思いますが、ブラウンのカラーが比較的ニュートラルなので、組み合わせ次第で色々な表情が楽しめそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、800のオーバードレ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、右上のカラーを指に取って、アイホール全体に塗っていきます。続いて、右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。続いて左下のカラーをブラシに取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの色目の中心にのせていきます。はい、800のオーバードレ全色を使ったメイクが完成しました。このパレットは比較的締め色もカラーの調整がしやすかったのと、グリッター質感の華やかながらに軽やかさを感じるところがすごく素敵だなと思ったので、上まぶたにはあえて締め色を使わずに、このパレットの絶妙な軽やかさを前面に出してみました。イエローゴールドがメインになっているパレットですが、ベースや下まぶたに使ったカラーがニュートラルなブラウン系なので、そこまで黄身に寄りすぎている印象にならないところがすごくいいなと思います。引きで見るとこんな感じです。それでは最後、810のオーバーオランジです。まずは1色ずつ単色塗りをしていきます。左上から1色目、グリッター質感。光を放つコーラルオレンジ。贅沢なきらめきを放つコーラルオレンジの大粒ラメが目元を明るい印象へ導きます。こちらはベースに比較的透け感があるタイプのグリッター質感ですね。ラメもぎっしりと詰まっていますが、ラメの粒自体は繊細なタイプです。はい、1色目はこんな感じでした。このパレットのグリッター質感よりもラメの粒が控えめで、繊細で上品な艶やかさを感じられます。レッドのニュアンスを感じるようなオレンジがほんのりとついています。続いて2色目、マット質感。透明感を引き出すヌードオレンジベージュ。柔らかなヌードオレンジベージュが肌に溶け込むようにフィットする。パレットで見るよりもオレンジのニュアンスをしっかりと感じるヌーディーなベージュに発色します。はい、2色目はこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると少しピンクのニュアンスも感じるような柔らかいオレンジベージュに発色します。ベーシックな印象の中に少しアクセントが欲しい時にも活躍してくれそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、マット質感。フレッシュな血色オレンジ。朝焼けのような鮮やかなオレンジが華やかかつフレッシュな目元を作るカラー。こちらはパレット見たままのような鮮やかなオレンジがそのまままぶたにのります。かなり華やかですね。はい、3色目はこんな感じでした。少し赤みを感じるような明るくフレッシュなオレンジに発色しました。これから夏に向けて大活躍してくれそうなカラーです。そして4色目もマット質感。赤みを帯びたブリックオレンジ。
血色感をプラスするリッチなブリックブラウンがシックに目元を演出。こちらもまぶたの上にのせるとさらに赤みを強く感じるようなオレンジですね。こちらのパレットは赤みのオレンジがキーになっていますね。はい、最後4色目はこんな感じでした。赤みを感じるオレンジブラウンのような発色になって、ベーシックなメイクにも使いやすそうですが、少しアクセントを加えたい時にも活躍してくれそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、ここからは810のオーバーオランジュ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左上のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。続いて左下のカラーをブラシに取って、目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後に右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。はい、810のオーバーオランジュ全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは鮮やかなオレンジカラーがメインになっているので、一見難しそうな印象もありますが、ベースに微細なラメ質感のグリッターを重ねておいて、その上に赤みを感じるオレンジの2色をグラデーションにすると、華やかさもありつつ赤みの効果で少し大人っぽい色っぽさも醸し出してくれるオレンジメイクを楽しむことができます。明るく元気な印象になりすぎないところがさすがイヴ・サンローランの色出しだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで6月26日より一部店舗で先行発売中、7月5日全国発売のイヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチの新色4色をご紹介していきました。新色も全体的にしっとりと高発色な粉質でとても使いやすかったのと、個人的にはグリッター質感がパレットによってラメの粒やツヤ感が異なるところがすごくいいなと思いました。とても可愛いカラーばかりでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。